ようございます。おはようございます。本日はドライブで行くぞ。ああ急な振りすぎてもついていけないぞ。今日は愛車ラブフォートの最後のドライブです。はい。先週の動画でラブ4を手放しますということをお話ししたんですけど、今日はいよいよハイエースの納車日ということで最後のラブ4とのドライブになります。熊本のフレックスというところでハイエースを注文しているので、そちらに向かっていきます。今日は雨予報だったんですけど、奇跡的に今は宮崎県は晴れております。ちょっと土砂降りだろうって心構えしてたんだけど、よかったなと思って、嬉しい。あと内装の面とか機能とかを少しお話ししつつドライブしていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に言うことはないのか？ラブ4に、今までありがとう。いやいや早いやろ最後によろしくなラブ4。 I know you think that I'm doing this all on purpose, and right now it seems like I just wanna see you hurting.We've been sitting in the car and you're staring. ラブ4にはいろんなモードがあって、基本的にはノーマルでいいんですけど、僕らはいつもエコモードにして燃費を上げようとしてますスポーツモードっていうのがあって、ノーマルでも十分いい走りをするんですけど、ボタンを押してもいいし、ここを押してもいい。スポーツモードにすると、今山道走ってるんですけど、押しますね。スポーツモードにするとなんかスポーツカーみたいな感じで走り出しがぐーっといくみたいな感じになります。とにかく坂道の時にね、一気に力を入れたい時にすると、おすすめポイントその1はこちら。ここには鏡がついていて、こうパッと開くとなんと電気もつくんですね。レイクとかやる時に止まってる時もいいんですけど、走ってる途中にちょっとリップ直したいなとかいう時もできるので、すごく便利です。おすすめポイントその2、こちらヒーターがついております。シートヒーターなんですけど、これを押すとヒーターがつきます。冬はめちゃくちゃ暖かくなるよね。そう、ハイとローとあるので、ハイにするとかなり暖かい、ポカポカして、運転席と助手席だけではあるんですけど、冬の冷たい時にすごく役立ちます。すごくいい機能だなって思う。これはかなりおすすめです。一応こっち側の右下の方にボタンがあって、このハンドルのヒーターもついてます。ハンドルヒーターもいい、ね、手がかじかんでてももちろんあったかいからすごくいい。この肘置きなんですけど、2人でだいたい使うんですけど、こうやってで、この中に収納があって、広さ的にはそう普通な感じなんですけど、おすすめしたいのはここの USB がついてることですね。ここで携帯充電したりとか、私たちカメラを充電したりとか、特に携帯の充電にすごく役立ってる。これには大体の車最近ついてるんですけど、ホールド機能がついていて、アクセル強く踏むとアクセル離しても足を離した状態でブレーキが踏めるっていうのもあります。これアクセル踏んだらまた解除されます。でもう一個パーキングサポートブレーキっていうのもあって、これをいちいち動かさなくてもパーキングになるってこと。そう同じ容量高速になりました。高速でしか基本的には使わない機能にはなってるんですけど、ここにスピードメーターのマークと、あとセットとかね、いろいろあるんですけど、これを押すと自動車専用道路でっていうことで、何キロ設定っていうのでアクセルを離してもずっと同じ速度で走ることができます。80キロなので80キロ設定にすると、もうそれ以上はスピードが出ないような形で走ることができます。レーンアシスト機能っていうのがあって、このボタンを押すと運転をサポートしてくれる。ある意味自動運転みたいな感じで、ハンドル操作してなくてもレーンに沿って走ってくれるっていうような機能もついてます。ちょっと手離してたとしても一応道に沿ってハンドルを移動してくれるんです。でも手を離してると、ちゃんと持ってくださいってちゃんとピピピッとアラームが鳴るようになってるので、手を離して運転っていうのはできます。アミさんのラストランです。ラストラン行かせていただきます。よろしくお願いします。ほんのちょっとしか走らせてもらえないなんかラストランって言われると緊張するんだけど、私はそんなに運転する機会なかったけど、なんか都会とかもね、一緒にこれで運転したり、大阪行ったり兵庫行ったりさ、
もうめっちゃ大阪の時がちょっとやっぱ運転は怖かそうだったけどね。ね。でもこの安全装置がついてるから、まあ衝突防止とかあるからすごく安心感はあったと思う。あったね、そういうところでは。熊本に入りまして、もうすぐそこにフレックスが迫ってきます。本当いろんなところに行ったからね。うん。実際トータル何キロ走ってるんだけど、2万5000、2万6000は行ってないね。2万5000ちょっとぐらい。結構走ってるよね、そもそもね。日本一周しだしたらハイエースのキロ数はすごいんだろうけどね。まあもちろんそうだけど、九州宮崎でほぼ宮崎でぐる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 やってるもんだから、まあ、その新婚旅行の時にだいぶ乗ったけど、たくさん阿蘇とか九十方面は行ったもんね。結構山道を走ってるからね、やっぱそういうのではすごい距離っていうか負荷をかけたとは思うわ。うん、山道走ってても走りやすかったからこそ、もう行くのも苦じゃなかったって。台風が発生してるので今日雨予定なんですけど、熊本もめっちゃ晴れてるからすごいね。ついてるわ。ついてるね。最後の納車日。すごい土砂降りで終わるのかってちょっと思ってたから。いや本当よかった。ね、最後に写真も撮ろうねって話してたからよかったね。傘持って撮るのかなとかね、結構考えてたからさ。この先一般道 N システムがあります。ギリギリまでラブ4を締めましょう。そうですね。実際 SUV 車っていっぱいあるけどさ、どうだった？初めての SUV、憧れの SUV 車に乗ってさ、このラブ4だったわけだけど、どうでしたか？ラブ4で絶対に良かったし、悔いを言うんだったら山道が走れるラブ4にしとくべきだったなっていうのはちょっと。ガタガタの4区がすごい使えるよね。それを発揮されるところがほとんどなかったからね。来たよフレックス。着きました。本当にラストもう着いちゃう。これで終わりか。止める場所がない。You changed it all when my eyes lock eyes with you. Oh, your loving gets me higher than a high rise, flying high. 'Cause when I wake up, I can't believe this is real life. I think I like the way you look at me. I think I like to be your company. Come a little closer. よろしくお願いします。よろしくお願いします。車の方こちらになりますね。はい。ちょっとこれ純正から変わったポイントっていうのをちょっとご説明していきますね。はい、まずですね、下のスポイラー、これフレックスのバージョン1のオリジナルのスポイラーになりますね。はい、純正バンパーの上からこの部分配置させてもらってるっていう感じです。とそのまま上上がってもらって、ガッツミラー、通常これボディカラーパールホワイトでもブラックなんですけど、同色で塗装させてもらってます。とそのまま横にずれてもらって、ウィンカーミラーですね、アベスト製のウィンカーミラー、シーケンシャルタイプで流れます。かっこいいね。これにしてよかったと思う。とそのまま下に下がってもらってですね、これまたフレックスオリジナルのオーバーフェンダー今回付けさせてもらってます。はい。オーバーフェンダー。とタイヤホイールですね。一応これディーンのコロラドなんですけども、このカラーっていうのがフレックスのオリジナルカラーになってまして、ここでしか買えませんよっていうタイヤホイールを今回付けさせてもらってます。可愛くなったね。まだこれアベストとかバレンティさんからしかレジストなくて、まだ実際にうちでも施工事例ってまだ4件ぐらいしかなくて、そうなんです。そうだったんだ。光栄です。このチラ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 。かっこいい。ちょっとおしゃれ感が増すね。違うね。初乗り。エンジンを始動してもらって、はい。これはこっちにある。
現行で変わったところがですね、押していただいて、アドブルのタンクですね、これ残量が表示されるように今回なってます。でなおかつタンク自体が 7.4 リッターだったものが 10.4 リッターに、大型化されてますね。はい、それが今回の改良ポイントになっています。結構変わるんですか、それで。アドブルのそうですね、今までは結局その残量までが分からなかったっていうところがあって、定期的に減ってくるとランプがつくっていうだけだったんですけど、はい、そこが残量が出ることによってより分かりやすくなったかなとは思いますね。なるほど。なんかナビがラブ4がでかすぎたからだいぶちっちゃくなりましたそうですね、7インチワイドになるんで。こんな感じなんだ。テレビもしっかり見れる。やっぱ今の画質綺麗だね。綺麗。じゃあめちゃくちゃ綺麗。軽いナミラっていうんですかね。そうですね、一応下のつまみで通常のミラーと後ろの映像と切り替えができるようになってますね。これありがたいです、めちゃくちゃ。そう、デニム調シートカバーですね。白い車両には入るかなと。かわいい。あと下の 3D マット、うちのオリジナルで入れさせてもらってるんですけど、水を吸収しない、ゴミが落ちたらそのまま返せますよっていうマットを今回入れさせてもらってます。掃除はものすごい楽じゃないかなと思うんで。助かりますね、これは。一応フレックスって書いてくれて、書いてるのか。あとセンターコンソールの上の部分にワイヤレス充電器、携帯の充電ですね、置いただけで充電できますよっていうものを入れさせてもらってます。これで繋がなくてよくなるってことだもんね。いや、肘置きがあるのはありがたいです。もうめちゃくちゃで、思ったより柔らかい。見てて触った。つけてよかったなとは思う。どう？広いね。なんか天井もやっぱあるし、割とちっちゃめな感じにも感じるんだけど十分じゃないかな。これ標準サイズでしたよね。そうです、標準ボディになりますね。ワイドはでかすぎるかなってそうですね、思ったの空間的にですね、かなり広くなって、多分これでももうボクシーノアサイズなんですけど、でもサイズ的には多分空間の広さだけでいうと多分もうかなり広くはなってると思うんで。広いです。で今回ベッドキットっていうのを付けさせてもらってないんですけど、それによって空間っていうのがものすごい広く取れてるかなと、大型の荷物積んだりとかっていうのをそのままスムーズにやってもらえるかとは思います。はい。DIY であとは頑張ります。そうですね。いろいろやれることはたくさんあると思うんで。はい。聞いていいですか？この柱は車検の時につけとくっていう感じで考えればいいんですか？そうです。基本やっぱり貨物車っていうのは2列目以降、そこの仕切り場のところからが貨物として積載取れますっていうふうにしとかないといけない部分になりますんで、車検の時はこのバーがないと車検が通らないってところもあるんで、普段はつけなくても車検の時だけはつけといてくださいっていうところですね。ありがとうございます。後ろに100ワット、100ボルト電源がついてます。これってどのハイエースにもついてるんですか？いや、これですね、メーカーのオプションなんで、最初のオプションで選ばれてないとついてないっていうこともありますね。うわ、めっちゃ選んでよかったね。よかった。いや、俺絶対使うから、100% 使う。パソコンとか携帯充電とかだったら全然使用してもらえると思うんで、2台でそのまま作業もしてもらえるんじゃないかと思いますんで。ありがとうございます。ありがとうございます。自分たちはなんか費用を抑えてるからあんまりたくさんはお願いしてないけど、言った通りにしていただいて。満足だね。満足です。本当すいません。ありがとうございます。あ、いい感じです。本当素敵な方たちばっかりだね。インスタグラムもしてるそうなので、ぜひフレックス熊本店をフォローいただきたいです。私たちが写真に載るそうなので。ああ、そうなんだ。でもなんかさ、フレックスって全国にあるけど、そこの店舗しかなんかないのがあるわけじゃん。そこで実際にさ、遠くから来たりとかする人もいるわけだから、全国回っててそこで点検とかもしてもらえるのもいいなって思います。
なんかすごくね、スタッフの方々も優しアくて、ットホームな感じで。いや、めちゃくちゃそれ思った。ちょっとすごい不安で、りょうくんがガツガツ言ってくれてたからよかったけど、私は一人じゃこんなことできんと思ってたけど、すごくノリノリでね、ね、本当に担当の方も感無量で、なんか素敵な方でした。深見さんです。これで本当にラブフォーとお別れであす。りがとうございました。バイバイ。本当ありがとう、今まで。いいところにいい人にもらわれるんだぞ。買ってもらうんだぞ。ありがとう。いよいよラブフォーとお別れしていきますね。盛り上がりが難しい。ありがとうございます。ありがとうございましありがとうございた。ました。すいません。お世話になりました。お願いします。いかがですか？なんかもう目線が上に上がりすぎて違和感しかないけど、でも運転しやすいね。ほんと。新車だからやっぱ新しい匂いもするし、新車の匂い懐かしい。なんかこの見た目もやっぱ新車って感じがしていいね。うん、なんか本当にラブフォーとのお別れは悲しかった、本気で。多分ね、ラブ4って結構運転が楽だったところが、すごい装備が良かった分がたくさんあるから、きっとりょうくんの運転の荒さが出るぜ。そうなの？今までちょっと荒くなりがちだった運転が。楽はなかったよ。結構丁寧に運転してたよ。今日は本当に天気に恵まれてよかったね。うん、本当に良かったね。運が良かったっていうか。大雨の中、台風の中の納車にならなくて本当に良かったなと思っています。これからこのハイエースで、キャンプとかも行くわけですけれども、動画には登場することは少ないかなと思うんですが、それも後ろの方は私たちは特にカスタムしてなくってキャンピング仕様ではないので、自分たちとちょっとお手伝いをいただきながら DIY をしていこうと思っています。これが一体いつ終わるのかっていうのがわからないんですけど、ぼちぼち始めていこうと思っていて、でそちらの動画もおいおい出していこうと考えています。大体年末ぐらいからスタートになるかなと思います、動画としては。年末ぐらいから、週2ぐらいキャンプと DIY と動画を出していこうと思っていますので、ぜひ応援していただいている皆様、どうぞご視聴いただけると嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いします。これからはまた夏キャンプとか、また秋キャンプとか冬キャンプとかやっていきたいと思いますので、いつも通りの寺田夫婦でやっていきます。なんかほのぼのとした感じですけど、どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。You make it look so easy, and I just don't belong. Let's fly away from here. I need a vacation.